こんにちは。今回は花のモチーフを紹介します。このモチーフはコースターにもなる大きさです。編み方を編み図で説明します。最初は鎖編みの輪に1段目、2段目、3段目で完成するモチーフです。1段目は鎖編み5目の輪の中に長編みを編みます。長編みの立ち上がりの鎖編み3目プラスで4目の鎖編みを編み、次は長編み、鎖編み、長編みと輪の中に長編みを全部で11回編んで、最後は引き抜き編みをします。そして次の鎖編みのところにももう一回引き抜き編みをして1段目が終わります。今回はコットンの太めの糸を使い7号のかぎ針で編みます。最初は鎖編み5目の輪の作り目から編み始めます。くるりと回して糸を引き抜き、この輪は緩めたままにしてください。ここから鎖編みを5目編みます。5目の鎖編みができました。次は緩めたある目に針を入れて糸をかけて引き抜きます。引き抜いたら糸端をしっかり絞って輪を縮めます。ぎゅっと絞ってください。しっかり絞れたら次は引き抜いた糸を少し絞ります。ここを少し引いて絞って、これで輪ができました。ここに鎖編みを3目編みます。これが長編みの立ち上がりになります。もう一回鎖編みをプラスして、最初は鎖編み4目を編み、次は長編みです。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出します。次は針にかかっている2本の糸だけを引き抜き、次に残りの2本を引き抜いて長編みを編みました。糸端を編み込みながら長編みを編んでいきます。鎖編み1目を間に入れて輪の中に長編みを編みます。2本の糸を引き抜き、残りの2本を引き抜いて長編みを編みます。鎖編み1目を間に入れながら長編みを編んでいきます。これで長編みが3目できました。鎖編み1目を間に入れて、1段目は全部で長編みを11回編みます。間に鎖編みを入れながら長編みを編みます。ここまで長編みを編んできました。間に鎖編みを入れながら長編みを編んできました。次は最後の長編みです。長編みは全部で11回編みます。長編みを編んで間に入れる鎖編み1目を編んだら、次は引き抜き編みです。最初に編んだ立ち上がりの鎖編み3目ともう1目で4目編んだ鎖編みの3個目のところです。3個目の鎖編みに引き抜き編みをします。これで1段目ができました。次の2段目は
隣の鎖編みのところから編み始めますので、ここにもう一回引き抜き編みをします。糸を引き抜いて、これで1段目ができました。2段目の編み方を編み図で説明します。2段目は玉編みを編みます。1段目の最後の引き抜いたところから玉編みを編みます。長編み3目の玉編みを間に鎖編み5目を入れながら編みます。引き抜き編みを2回したここから次は長編み3目の玉編みです。鎖編み2目を編んで未完成な長編みとし、あと2回未完成な長編みを編んで1つにまとめます。鎖編み5目を編んだら、次の1段目の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編み、鎖編み5目と繰り返して、最後の玉編みを編んだら、ここは鎖編み5目ではなく鎖編み2目と長編みを編みます。ここから2段目です。2段目はこの位置から長編み3目の玉編みにしますが、最初は鎖編み2目を編んで、この鎖編み2目が未完成な長編みとします。そして同じ場所に未完成な長編みを2回編みます。針に糸をかけて輪の中に2本の糸だけを引き抜いて、これが未完成な長編みです。同じところにもう1回未完成な長編みを編みます。鎖編み1目のところに未完成な長編みを編みます。鎖編み2目と未完成な長編み2目ができました。これを一度に引き抜いて長編み3目の玉編みとします。次は間に入れる鎖編みを5目編みます。鎖編み5目を編んで、次の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みです。鎖編み1目のところに未完成な長編みを3回編みます。同じところに未完成な長編みを編み、もう一回同じところに未完成な長編みを編みます。未完成な長編みが3目できました。これを一度に引き抜きます。すべての糸を引き抜いて、糸をかけて針を上に引き上げながら一度に引き抜きます。これで長編み3目の玉編みが完成です。ここから鎖編みを5目編みます。次の鎖編み1目のところにも長編み3目の玉編みを編みます。未完成な長編みを3回編みます。未完成な長編み3目ができました。これをすべて引き抜いて長編み3目の玉編みです。間に鎖編み5目を入れます。この編み方で2段目は玉編みと鎖編み5目を編んで、ここまで玉編みを編みます。
最後の玉編みができました。次は鎖編み5目ではなくて鎖編み2目を編んで、次は長編みを編みます。長編みを編むのは最初に編んだ玉編みの頭のところです。針に糸をかけて、玉編みの頭はここです。この頭の2本の糸を拾って、ここに長編みを1目編みます。長編みを1目編んで、これが鎖編み5目と同じぐらいの長さになります。次は3段目です。3段目は長編みを編んだところから細編みを編みます。細編み1目を編んだら、そこから鎖編みを5目編みます。鎖編み5目を2段目の鎖編み5目のところに細編みで留めながら鎖編み5目を編んで、最後は最初の細編みのところに引き抜き編みをします。ここから3段目です。この位置から針を入れて細編みを1目編みます。細編み1目を編み、次は鎖編みを5目編みます。鎖編み5目を編んで、2段目の鎖編み5目のところに細編みを1目編みます。これが3段目の編み方です。鎖編み5目を編んで、2段目の鎖編み5目のところに細編みです。この模様を3段目を編みます。鎖編み5目を編んで、細編み、この編み方をぐるっとここまで編みます。3段目の最後のところです。3段目の最後はこのまま鎖編みを5目編みます。鎖編み5目を編んだら、次は引き抜き編みをしますが、ここは最後ですのでとじ針で糸始末をします。糸を少し長めに取ってとじ針に糸を入れて、ここから最初に編んだ細編みの頭がここです。そして針を入れるのは細編みの頭のその次にある鎖編みの目の上の2本を拾って、ここにとじ針を通します。とじ針を通して、次に糸端が出てきた位置のこの鎖の目のところに上から針を入れて向こう側に通します。そして糸を引きながら鎖の目が揃うようにしてください。鎖の目が同じような形になったら、あとは後ろのところを通していきます。すぐ根元のところを1回通してから、もう一度目を確認して、これでよければあとは目立たないところを通していきます。細編みを編んだところ、鎖編みの後ろの部分を目を通していきます。目立たないところを糸を通していけば大丈夫です。
大体の位置で大丈夫ですから糸を通してください。このぐらい通せば大丈夫です。あとは最初の目は編み込んでありますから、これはこのまま糸を切ってください。これでモチーフの完成です。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。